ってあるんだ。すごい。無人の本屋さんかも。あれただいま僕はですね、福島県会津若松市に来ております。で、ちょうど今こう無料駐車場があるので、そこに、止めてね、七日町通りっていうところと、あとは野口英世青春通りっていう2つのメインストリートがあるんですけど、そちらをね観光していこうと思います。で、その観光の後に、この会津若松といえば鶴ヶ城がシンボルなので、そこに行ったりとか、東山温泉っていう有名な温泉街があったりとか、そっちの方にも今後行こうと思っています。なのでね、とりあえず今回は七日町と野口英世青春通り、野口英世が青春時期に過ごしたって言われているこの野口英世青春通りをね散策していきたいと思います。あそこにね、心堂っていう古本屋さんがね24時間営業中のお店があって、そこにちょっとだけね偶然見つけたので行ってみたいんですよ。無人の本屋さんかも。すごいよ、誰も店員さんがいない。何屋さん？多分家とつながってるのか。無人の古本屋さんですね。おしゃれといってもめちゃくちゃ本の品数が多いっていうわけではないんですけど、でもこういうとこ珍しいです。ここにさ入れるんだって。高額なお金、会計はこちらだから、多分一つ一つの本に値段が貼ってあるはず。貼ってない。なんだろうここ。買い方って書いてあった。これだ。このガチャをこう100円か200円の方を回して、そこで出た袋に本を一つ入れて持ち帰れるよっていうことみたいですね。一応ここでお支払ったお金というのは、このね、キッズ21宿題カフェという無料で開放されている子どもたち向けの、勉強スペースの運営費に使われるそうです。だからすごい営利目的じゃなくて、子どもたちのために作られた古本屋さんって感じですよね。これです。寺子屋キッズ21カフェ。こんな感じ。勉強スペースとしてだけじゃなくて、ご飯だったりいろんな活動をしてるみたいです。こんな雑誌とか、なんかね、見た感じ小説だったりとか、こう京都とか歴史ものだったり、ちょっと文化チックな本とか雑誌が多いですね。あとカフェとか感じね。出ようかな、そろそろ。じゃあめちゃくちゃ良くないですか、無人の本屋さん。盗む人はもちろんいないと思いますけど、なんかさ、こう置いておくだけでも一つの観光地にもなるしさ、それがもし売れたら売れたで、その利益が何かしら別の形となって、今回の子どもたちに向けた、塾としての、場所代だったりとか、そういうのにも役立てられるっていうのは結構すごいですよね。でね、一応ね、こう無人とは言いつつも結構生活音が周りからしました。なので上から足音が聞こえたりとか、もう奥の部屋では結構茶器の音、お茶碗だったりカチャカチャっていう音がしたので、全くの無人かというとそうではないのでね、でも
普通に気軽に入れる古本屋さんでしたね。24時間営業っていうのもね面白いですね。見て、超笑顔でぷっくりした女。こういうの触りたくなりません？はいはいっつって超かわいい。ここは仏像を作っているお店ですかね。赤べこカフェだって。赤べこっていうのはね、あやつのこと。こんなところにでっかい赤べこ。このね、赤べこのべこっていうのはこの安土の地方では牛を表すそうなんです。なので赤い牛、赤べこっていう感じだそうです。こんなとこにさ、井戸がある。昔ながらの、今蓋されていますけど実際に使っていた井戸ですよね。謎にさ、木のピアノが置いてあるんですけど、自由に弾いてくださいみたいな感じでしょ。待って、こんなところで弾くのこう結構車通りが激しいんですよ。ここで弾く1曲。僕ね、チューリップだけ途中まで弾けるんですよ。チューリップあれあれ？いやー、ピアノ弾けないや。難しい。ちょっとこの七日町通りが少しずつ分かってきました。なんかちょっとずつ立ち寄りたくなるお店がいっぱい点々点ってね連なってる感じがします。ここではね、駄菓子なんだろう、みたらし団子か、シンゴローね。いやいや、シンゴローでも食おうかな。お金なくなっちゃう。こんな感じの街並みです。京都とはね若干違うんですよね。レトロ感はあるんですけど、また京都と感じが違うんですよ。なんだろうこれは。見て見て、こういうねちょっとしたスペースがいっぱいね、ありとあらゆるところにあるんですよ。こんなさ、カフェテリアみたいなところが無料でこう開放されてるので、ちゃんとね自販機とかもいっぱいあって、見て、あそこに観光案内所があるんですけど、案内所もねこう木でできててね、この街並みと一緒なんですよ。で、今ね僕七日町通りをこう一通りに歩いてきたんですけども、結構ね自動車がすごく通るんですよ。でその脇にこう七日町通りっていう会津若松の中でも結構メインストリートのこうねお店だったりとか、ちょっとした観光場所がいろいろあったりとかするんですよね。このね七日町っていうところはよく7がつく日に市が開かれていて、よくその7日とか17日とかによくいろんなお店が出店されて盛り上がっていたそうで、そこから七日町というところがね栄えてきたそうです。で、会津若松市はね結構こう中心街は車が多くて有料駐車場ばっかりなんですよ。なんですけど、いくつかその周辺にはこう観光客さん向けにこう無料で使っていいよっていう駐車場もあったりしてね、僕は今回そこに車を止めてこう観光してるんですけども、もうありとあらゆるところに有料駐車場があってね、それだけこう中心街は車で行き交っているので、結構自転車とかの方が旅はしやすいなっていうのは印象があります。一つ100円だそうで、なんだろうこれ、かぼちゃかな。変わった野菜が多いですね。何これ。ズッキーニ1本100円、きゅうり100円みたい。味噌があればね食いたいな。こんなところに観光マップがあった。城下町質がある。
何ここ。でなんかね、偶然通ったところに無料で入れるスメギャラリーっていう店内がございました。2階もある。炭です。あ、びっくりした。何？あそこか。多分人が来たカウントしてるんですよ。これ昔の絵ですよ。炭で描いた絵。ネズミとかキツネとか多い。だからなんかね、ここのこう七日町の通りは結構無料でこう無人でね、しかも入っていいですよっていうところが多いですよ。ほんと古本もそうですし、ここの黒墨絵のところだったり、あとピアノがあったりとかさ。2階に行ってみましょう。うわ、ギシギシ言う。これまたいいね。座れるところもあるじゃん。何ここ。ほんと展示ギャラリーがさ、無人でしかも無料で開かれてる。でっけえタコだな。でも昔こういうタコをさ、本当に飛ばしてたんですもんね。今じゃなかなか見かけないですけど。眺めはあんまり良くないけど。何これ、墨がある。あ、これで書いてあるんだ。すごい。やばい、手汚れちゃうかな。待って、すごいよ。なんかいろいろ置いてある、ここ。変わったものがいろいろ置いてあるってさ、面白いね。こんな箱に入ったさ、墨が実際にこれで書いたっていうことですよね。いろんな墨、くるみもあるよ。見て、くるみでどうやって書いたの。で、変わった墨の形があって、手が汚れちゃう。見て、こんなね、なかなか見ないような。あ、木丸ごとだ。墨になって。で、これ竹でしょ。竹も墨になるんだ。そうか。手が汚れちゃった。で、それでこの絵を描いているということですよね。面白い。よし、行きますか。次。そろそろ次。でね、思ったよりこう今日金曜日なんですけど、土日じゃないと開いていないお店とかも結構あったので、来るならね、やっぱり土日の方がいいみたいですね。観光地の案内所とかも土日じゃないからか閉まっていましたね、今日。こう漆塗りのね、工芸品だったり。うわ、何これ、綺麗。金じゃない？これ金だけじゃなくて他のところも光ってるように見える。綺麗に塗られてるね。昔の絵ですよ、これは。ベリケンさん、なんか大阪にもいたな、似たようなやつ。アメリカ生まれの服の神だって。めっちゃこすってやだ。やばい、コロナどうでもいい。コロナ。犬が店長の街の駅ってどういうこと？見て、今超びっくりしたんですけど、ここにね、白い顔の女性が立ってるんですよ。超怖い。肌白だし、髪で目を隠してるし、視線を感じたと思ったら人形でした怖っ。この福島県はね、妖怪でも結構有名な場所なので、ああいうちょっとしたね、お化け的な観光地もね、いくつかあるそうなんですよね。あそこはちょっと特殊ですけどね。
見てみて、ここにはね、福島県の野口英世が福島県出身ということもありね、野口英世青春通りと言われるところにこういうね、野口英世の旗がいっぱい揃っています。あっちにずっと連なっています。ここにね、野口英世青春館、まさにね、野口英世のカフェなんですけど、2階にこう資料館としてね、野口英世が知れる館があるんですけど、入場料が100円取られます。200円か。野口英世も、誰？野口英世だよ。マスクしてますね。野口英世の身長も153センチで意外と小柄なんですよね。なので、確かにこんな感じなのかなって。今僕はね、野口英世青春通りのメインストリート来てますけど、その脇道にちょっとね、不思議な空間があるんですよ。こういうとこめっちゃ好きで、そう口にして雰囲気出てきましたよ。こんな感じ。こんにちは。ここになんかね、野口英世青春広場というところがあったので聞きました。あ、野口英世がいたでっかい像、あそこに見えますか。野口英世のゆかりの地みたいで、福島県といえばね、野口英世の出身地ということもあって、ここのね、野口英世青春通りっていうところが一つの観光地としてなっているそうです。でね、さっきね、こう七日町通りっていうところを通って、その後に来たんですけど、意外とお店は少なかった感じかな。観光地ではあるんですけど、そんなめちゃくちゃ賑わってるっていう感じの場所ではなかったです。ただ野口英世の像だったり、さっきの旗であったりとか、いろんな野口英世がねいろんなところにいてね、面白いんですよね。同じポーズだよ。すげえ賢そう。で野口英世は千円札で有名ですけど、なんで千円札になったかっていうと、もちろん知名度的に有名なのもあるんですけど、おひげも結構特徴的で、このね、野口英世のおひげがねチャーミングなんですけども、それもシルエットとしてこう偽造されにくいっていう役割もあってね、野口英世の顔がね結構千円札で使われるようになったりとかで、次はね、野口英世のお師匠さんでもあるような北里柴三郎の方が2024年に新しい千円札の顔になりますけど、このね、もうすぐで野口英世の千円札もお別れ感じになっちゃうのでね、またちょっとね変わるかな、いろいろね。でこのね、野口英世が面白くてね、この人偉人じゃないですか。でこの人偉人なんだけど、ちょっと普通の人と違って面白い面がありまして、野口英世は貧しい農家に生まれたんですけど、1歳の頃にいろりに落ちちゃうんですよ。でその落ちちゃったせいで左手だったかな、こう大やけどをして手がね本当にグーの状態から開かなくなっちゃうっていう日々を過ごしたんですよ。でそれによってもうじゃんけんをやっても絶対グーしか出せないからドラえもん状態ですよね。もう負けちゃって、もう子供たちにいじめられるとか、そういうのが結構あったりして、あと農家も全然ね手伝えない。その当時の農家っていうのは、もう農家で生まれた子供たちは両親の後を継いで農作業をね、学校も行かずに手伝わなきゃいけないっていう時代だったから、こうお金持ちの家庭以外はなかなか学校には行けなかったんですよ。なんですけど、その不幸中の幸いか、手がねもう使えなくなってしまったので、もう勉強でなんとか自分の生活を成り立たせなきゃいけないっていうことで、そのお母様方がね、すっごいエビとかを取って30キロだったかな、片道30キロあたりを毎日歩いて売りさばいて、なんとか家庭を養って野口英世をね学校に行かせたりとかして、猛勉強したそうなんですよ。で野口英世はね結構ねこう偉人としてね祀られていますけども、結構はちゃめちゃな人生、国からの援助金をもらってもそれを遊郭だったりお酒で遊びに使っちゃうとかね、結構高杉晋作とかその時代の結構偉人の人とかも国からいただいたね援助金をね、そういう女遊びだったりお酒とかに使ってね、高杉晋作は留学費も全部そういうところに使ったりとか、そういうねちょっと偉人だけどなんかはちゃめちゃなねところも結構あるんですよね。そういうところが結構僕は好きなんですけど、
以上かな。一旦この野口英世青春通りは後にしましょうかね。この後ね、東山温泉だったりとか、あとは鶴ヶ城とか、そういうところもね、観光地として一番有名かな、鶴ヶ城が。そういうところも今後行きたいと思うので、もしよかったらそちらも見てみてください。でちょっとね、歩いてたんですけど、大腸自由伝言板だって、めちゃくちゃいろんなこと書いてある落書きペンがある。僕も書いておこうかな。長靴だしね、しかも入れ物が何書こうかな。ここにジロ Vlog って書いておこう。ここに記しておきます来た際はぜひ見てみてください。あるかな。でも一つのもうさ、スポットですよね、これ。この落書きに何が書いてあるかめちゃくちゃですけど、でもこんなのなかなかないから面白いですよね。大好きと。伝言板じゃない、落書き板だよ、この。鶴ヶ城行きますか。ちょっと今ちょうど隠れちゃったんですけど、隣のねキャンピングカーがね、多分なんですけど、こう僕が昨日道の駅泊まった会津道の駅っていうところにもいたキャンピングカーですね。上にこうサーフボードが乗ってるんですけど、なかなかないですもんね。オレンジのサーフボードが乗ってたんですよ。だからもしかしたら同じ道の駅で一泊して、それで同じ場所に観光しに来てる方だったかもしれないですね。八王子から来てるのは東京か。なかなかですね。Time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now when that mistletoe is above. Can you